こんにちは、ジャーネです。ベルギーの首都ブリュッセル。歴史ある建物と近代的な街並みが調和する美しいヨーロッパの心臓部です。 EU 本部があり、国際都市と顔を持ちながらも、石畳路地に入ればどこか懐かしく温かい空気が流れています。自分の足で歩いたリアルなブリュッセルの旅、始まります。ブリュッセル空港から R26 番バスで市内に到着したところから始まります。こういう感じで歩いております。バックパッカーシニア旅寒い。ノード駅の周辺の風景です。はい、ちょっとね、今日天気悪いね。涼しいね。風が冷たいですね。冷たい、17度ぐらい17度です。寒い。でも多分歩けば大丈夫でしょう。はい、18分も歩いたら暑いでしょ。上も上がっていけるみたいですね。じゃあこれをずっと歩いていきますか。赤だよ。こちらが駅の入り口です。このノードステーションの下がバス停みたいです。はい、ホテルまで4分のところまで歩いてきました。2日間お世話になるホテルはこちらです。暗い感じのところです行こうよ早く。レセプション時間短い。今掃除中だけど荷物預かってほしい。どうしました？こちらが本日泊まるホテルですが、やっとここまで必死に18分歩いてきましたが、荷物預けられませんでした。なんで？ジャーネさん、なんで預けられないの？ちょっと歩きながら説明します。はい、ここはホテルではなくて、貸しアパート。レセプションには担当者がいるのですが、荷物を預かったりするのを、チェックすることができないそうです。なので、保証しないけど置いてっていいよっていう階段の下とか見せてもらったんですけど、誰か持ってっちゃう。ちょっと危険だったので、やめました。はい。また重いのまた背負ってね、行きますよ。近くで何か食べたいと思います。お腹空いたしね。ちょっとまさかの展開でした。はい。荷物の預かりができなくてちょっと落ち込んでいますが、晴れてきましたね。なかなかいい感じです。お腹空いたんですが、一番近くにはマックしかありません。ノード駅にマックしかありません。セットメニュー一番安いのが10ユーロです。10.0。1600円ぐらいですか。なかなかですね。なかなかいい値段ですね。どうだ。はい、マックです。ないんだもん、しかも高い。レッドブル？ジュピター？レッドブル？レッドブルじゃん。でしょうか。16歳以上。ジュピラー、レッドブルっぽい。レッテンで。なんで？レッドブルとか相棒が読んで頼んだら全然ビールでしたこれ。いうことを信じちゃいけませんね。適当だから。見たら適当です。美味しい。ブリュッセルノード駅にあるマクドナルドでランチをいただいてるんですが、ここは非常に物乞いが多いです。ちっちゃな子供から、見るからに不老者、あとは普通のスポーツをしているような若いお兄さんたちも来ます。で、お客さんが怒ってですね、マックのマネージャーさんに追い出せというふうに怒鳴ってる、外国人のおばさんがいました。びっくりしますね。ちっちゃい子供が1ユーロもらったりして、あとナゲットもあったりして食べてます。見た目は裕福な家庭の子のような感じもします。スリも多いようなんで気をつけましょう。ブラッセルノード駅にはコインロッカーはこの場所しかありません。ここが埋まってると預けることができません。使い方はここに書いてある通りです。まずサイズを選びます。その後に支払いをします。支払いが終わると番号が出ますので、その番号に荷物を預けます。その後自分で番号を6桁設定します。で、鍵を閉めればおしまいです。開けるときはここにボタンを押して先ほど入力した6桁の暗証番号とこの鳥のマークを入れます。荷物をロッカーに入れて中心街まで出かけてきます。なんか慌てててまた取るの忘れてしまいました。時間通り来ないからね、急に来たりするから。ブリュッセル証券取引所のバス停で降りました。荘厳な建物でライオン像が目印です。内見せずに帰ってきてしまいました。
ベルギーはとにかくチョコレート店がいくつもあります。すごい綺麗。旅の初日からお土産は買えないのでチョコレート鑑賞だけになりました。グランプラスです。広場、はい、にやってきました。人はねそんなに多いかなと思ったけどまばらな感じがしますね。で割と寒いかと思ってヒートテック持ってきたけど暑いです、今半袖になっちゃった、どこも同じここグランプラスは14世紀の歴史的建物で四方を囲まれた広場です。96メーターの小塔が象徴的な市庁舎。かつてはパン屋のギルドハウスとして使われていた建物。王様が一度も住んだことはないのに通称王の家とのこと。でも実際は博物館。広場は工事中で少しがっかりしました。だから上だけを見つめて悠久の歴史に思いを馳せましたよ。やっと見つけました。セルクラースの像です。グランプラスにある英雄のブロンズ像で触れると幸運になると言われており、多くの観光客が右手に触れて願いを込めます。この像はフランドル軍からブリュッセルを守った中世の英雄エブラルト・セルクラール。右手が撫でられてツルツルになっています。ワンちゃんだ。ワンちゃん。あと手。エデュ通りに向かうと非常階段の絵が見えてきます。タンタンの冒険のシリーズの一つ、ビーカー教授事件の登場です。これもアートなのかな。自転車がいっぱい建物に。歩いていると壁画をたくさん見つけます。美味しそうなお菓子がたくさん。1ユーロはこれだけか。この辺は6ユーロです。有名な小便小僧の像を見に来ました。毎回服が変わってるでしょ。いろんな伝説があるジュリアン坊や。小便をかけて町を救った。初めて見た。私はちっちゃいなと思いました。この教会は15世紀に建てられたゴシック様式の教会で、内部に一歩入ると色鮮やかなステンドグラスが光を取り込み、幻想的な空間が広がっています。その静けさの中に長い歴史と祈りの時間が息づいています。かつては王族や貴族たちが礼拝に訪れたというこの教会。今では誰でも自由に入ることができます。ここは教会の北側に位置しています。庭の手入れもされていてとても綺麗な場所。芝生に入って写真を撮るのは NG だよ。奥に入ると噴水があります。広場から先ほどの教会も見えます。観光客も少なく休憩するのにとても良い場所。エグモント伯爵とホルモン伯爵の彫刻、下にはプチサブロンの彫刻。週末にはアンティークマーケットが開かれ、ヨーロッパの歴史を感じる品々が並ぶ場所です。ホテルに戻ろうとバスに乗り遅れました。振り返ると正面には教会が見えます。この通り、グランプラスにも負けない美しい建物。一気にテンションが上がります。芸術の丘からモンデザル庭園を眺めます。庭園降りてきました。晴れたかと思うと雨模様。木陰を歩くことにしました。景色を楽しみながら近くの美術館を訪れたり、美しい庭園を散策したり、多彩な楽しみ方ができますよ。アルベール一世の騎馬像もありました。疲れた。カフェに入ります。やっぱりベルギーはワッフル食べないとね。ということで店員さんおすすめの中から選びました。食べます。ちょっと値段わかんない。やっぱり高いはず。美味しいけどめっちゃ甘い。お店のスタッフおすすめのアイスクリームとクリームがいちごが乗ったや上手に食べれない。つ。いちごとクリームとチョコと、これがバニラアイスです。4種類乗ったおすすめベルギークロワッサン、ベルギーワッフルです。
忖度がない感想を言いますと、見た目はすごく綺麗ですが、味はまあ普通です。ワッフルのサクサク感がなんか日本のお店で食べた方が美味しい感じがします。カフェラテはちょっとぬるいっす。店員さんは親切だったけど観光客向けかな。駅に戻ってコインロッカーを開けます。暗証番号を入力して記号を入力。オープン側をタッチするとロッカーが開きます。ロッカー番号が表示されます。この時は XXL しか空いていませんでした。コインロッカーも高かった。やっとチェックインできます。入ります。お、広いじゃないですか。本日泊まるお部屋はベルギーのブリュッセルのお部屋です。コンドガーデンブリュッセル2泊こちらでお世話になります。お値段が25,838円でした。ルームツアー始めます。入ってすぐ左側にはキッチンがあります。冷蔵庫があって鍋とかありますね。一応自炊ができるんですけど。自炊ができるようになっています。はい、電熱かな。電熱かな。はい。冷蔵庫もあります。電子レンジがあってガンがあります。とお皿が用意ができるテーブルとテレビがあって。これを見たらヒーターのようです。ただこれだけだと冬は寒そうですね。びっくりしたのはエアコンがないんですね。ベッドルームの横にはコンセントが一つだけです。はい、トイレがあってボックスタイプのシャワー室です。タオル1枚とドライヤー、はい、こちらはクローゼットです。外を見てみましょう。ガーデンビューということなんですが、小さなガーデンがございます。物価が日本人にとっては超高いヨーロッパでは、こういったブラッセルマーケットみたいなところが力強い味方になってくれます。きっとね。買いました。ここにちょうどシャンプーみたいなのがあります。プロモーションであります。はい、何しますか？これ2-in-1だけど。これでいいんじゃない？だって体も痒くなっちゃうから。アクティブじゃないですか。アクティブ。じゃあもうさ、アクティブでいいよ。はい、アクティブにします。1.99 から髪の毛がバサバサに立ちますね。パンクヘアになっちゃいますね。6本で 3.99 円。まあ水はまあまあ安いですね。ここは物価を反映します。30個で 6.99。ちょっと高級な屋根は10個で 2.99。お、高いね。パンほとんどもうないです。クロワッサンもなんか潰れちゃってるぞ。ピザみたいなのね。これ 2.99 結構。こちらのピザをしてみましょう。全部 3.99 だよ。近くのスーパーで買い物をしてきました。じゃじゃーん、いくらでしょうか？ 22.71 ユーロです。マックより安い。安いもう私たちはアクティブ旅改め自炊旅にしようかな。しようかなと思ってます。旅が続けられなくなっちゃうからちょっと考えちゃうよね。以上、ブラッセルの物価事情でした。こんにちは、ジャーナです。本日9月の9日です。今ね、12時ちょっと過ぎぐらいなんですが、ここはどこにいるかというと、ベルギーのブリュッセルにいます。今、ホテルの中庭から撮っています。ブリュッセルの天気、今17度で、最高20度で最低13度。かなり日本とは違って寒いですね。ちょっと肌寒い感じですね。はい、どこ行くの今日？ブリュッセル市内を観光します。いいでしょうか？はい。行ってきます。これに行きます。次18分後です。もたもたしてたら行っちゃいました。上にも電車が走ってる。あれ10番でしょ？10番。どっちだ？まっすぐ来るんだ向こうから。はい、10番がやってきました。先頭から乗らないといけないと思っていましたが、どのドアから乗っても OK です。クレジットカードでタッチ決済できますよ。ドアはこのグリーンのボタンを押すと開きます。これ2箇所あって、上の青い方でクレジットカード入れます。こういうアプリ使う場合も上になります。
改札がない駅はそのまま降ります。私たちはリボリュートカードを使っています。ホールの門っていうところに来ました。朝はねちょっと涼しかったんですけど、今太陽が出てきてます。そうするとね暖かくなって、でもね秋だからちょうどいい感じだね。秋の季節で、気持ちいいです。気持ちいい。青空です。ホールの門は工事中です。それほど混んでませんって。やってはいそうですね。はい。バス停を探して歩いていると、教会、サンジル教会が見えてきました。美しい教会なので中に入ってみます。静かで落ち着いた内部。私たちは歩き疲れたので腰を下ろすのにちょうどいい空間でした。礼拝の時間には信仰深い雰囲気があります。光の入り方、静けさが心を静められました。ランチ翻訳する。はい。なかなかここはいい雰囲気です。2階席の雰囲気もとても良かったです。乾杯します。皆さんも乾杯しましょう。美味しい。ムール貝を白ワインで蒸したムールマリニエールを注文しました。うまそう。すごい。暑いの気をつけましょうって。こんで32ユーロですかね。32ユーロ。はい。お5000円。あとポテトがついてて、あとパンもついています。多分2人でもお腹いっぱいになりそうです。なるかな。これそのまま食べればいい。そうだよ。ほじほじして。そのまま食べれない。やっぱりこれで。すごいね、貝の旨味がね。でね、ちょっと小ぶり。全然臭くない。で、セロリとかも入ってるんですよ。ここに。ほら。もうソースついてるでしょ。美味しいね。ムール貝、意外と美味しいね。美味しい。ニンニク風味。スープと一緒に取って食べます。はい、最後の一つになりました。じゃあジャーネさんに譲ります。最後の一つ。美味しいね。本当美味しい。美味しい。これが2つ分なくなりました。殻が。はい、今こちらへ立ってきました。レ・ビストロというレストランです。ムール貝美味しかったです。こっちです。はい。いいですか。はい、地下鉄はこういうところにありますので、こっちから見てから乗りましょう。めちゃ浅い地下鉄。これをタッチします。みんなで渡ればついていく。現地の人に。これから王宮に行きます。そこにいるじゃん。皇太子妃じゃない。2025年は改修工事のため一般公開は中止されていて、外見しか見ることができませんでした。王宮の目の前にある公園に入ってみます。青空がいいね。こういう大きな公園があって休めるのはいいね。季節がいい。涼しい。木漏れ日が非常に気持ちいいです。これはね、シニアの散歩だよ。もう紅葉だもんね。紅葉、すごいよ。イチョウの木がいっぱい凍ってて。公園を抜けてサンミッシェル大聖堂に来ました。16時ちょうどに
鐘が鳴り響き出しました。13世紀から15世紀にかけて建てられた壮麗なゴシック建築で、双塔が街の象徴となっています。内部に一歩足を踏み入れると、色鮮やかなステンドグラスが光を受けて輝き、聖書の物語や王家の歴史を美しく映し出します。その幻想的な光に包まれると、中世の祈りに触れたような感覚になります。ロベール・シューマンとはフランスの政治家で、ヨーロッパ統合の父、EU の本部があるシューマン地区は彼の名前からできています。サンカントネール公園はベルギー独立50周年を記念して19世紀に建てられた壮大な公園です。中央には凱旋門がそびえ、その上からはブリュッセルの街並みを一望できます。園内には法律、美術、歴史博物館や軍事博物館があり、芸術と歴史の両方に触れられるスポットとなっています。あと4分で来ます。来ました。トラムに乗ってグランプラスの夜景を見に出かけます。夜のグランプラスはライトアップされていて、とても幻想的です。突然現れたコサックダンスを踊っている陽気な人もいましたよ。正面少女を目指しています。すごい賑やかなところ入ってきます。これか。なんだ。そう。ちょっと分かりづらいね。飲み屋街の真ん中にあります。こちらでは10ユーロが安い。そういう状況です。決して安くはないけど。食事動画を撮るのを忘れました。すべてこれを食べて終了しました。9月10日、ブリュッセルの朝です。8時17分です。今日は天気が良くなりそうです。朝から青空が見えています。あの人は絵だったんだ。お天気いいね。おはようございます。ジャーネです。本日9月の10日になりました。今ね、ベルギーのブリュッセルにいます。で、今10時くらいなんですけど、本日の気温が今は16度です。最高21度、最低11度になる予想になってます。今日はブリュッセルからブルージュに移動するんですが、バスの時間が13時なので、それまでちょっと時間を潰さなくちゃいけません。公園でゴロゴロしてもいいかなと思ってます。でもカフェに行ってご飯食べます。それでは出かけてきます。で、ここで1時間ぐらいちょっと休憩して編集をします。はい、行ってみましょう。メニューがここにあります。キャラメルマキアートのホットが 4.9 ユーロ、アイスが6ユーロです。公園の前のカフェです。イタリア伝統のパン、チャパタのサンドイッチ。カロリー低めのシンプルなパンです。甘めのソース、なんかジャムみたいな。いろいろな野菜とチーズの入ったチャパタです。バジルが効いてる。アンティークな感じのカフェです。ここからフリックスバス乗り場まで徒歩1分歩きます。バス停は行き先別にゾーン表示があります。ブルージュ行きはゾーン A から出発します。
ブルージュ行きが来ました。今着いた人の荷物を下ろしている。オンラインで購入したチケットの QR コードを見せて乗り込みます。端とかいいの？何した？写真撮っただけ。ブラッセルからブルージュ行きのフリックスバスに乗り込みました。バスは特に何もありません。トレイとあと足だけ。ドレストがあるだけです。出発しました。帝国通り出発です。チケットは事前にフリックスバスのサイトで購入。2名分で約3000円でした。座席指定もできます。はい、このバスでやってきました。ブルージュに到着しました。次回はベルギーの水の都ブルージュです。中世の街並みと美しい運河を見ながら散策し、家族経営のスープというお店でスープをいただいたり、地元スーパーのお惣菜を食べたり、ブルージュの生活を垣間見た日々でした。どうぞお楽しみに。チャンネル登録、コメントが私たちの励みになります。ぜひ次回もご覧ください。じゃあねー。